世界三大漁場の一つ、三陸。豊かな森の養分と親潮と黒潮が交わるこの海は、古くから多様な海の幸を恵んでくれています。今回は松葉寿司の佐藤大将と共に、気仙沼と大船渡の地で海と共に生きる生産者たちを取材しました。まずはフカヒレから。気仙沼を象徴する名産フカヒレ、日本一のサメの水揚げを誇るこの地で、なぜこれほどまでに極上のフカヒレが生み出されるに至ったのか。遡ること約150年前。サメおよびフカヒレの文化紐解いていくと、江戸末期明治の初期。フカヒレにもなってるし、身はヤギ魚でもう食べられる。江戸時代から脈々と受け継がれてきたフカヒレの文化。しかし、その営みがこの地に根付いてからも、三陸の町は幾度となく津波の被害に遭ってきました。東日本大震災から15年。あの未曾有の被害から力強く立ち上がったこの三陸に今、新たな試練が立ちはだかっています。それが異常な海水温の上昇です。凍えるような冬の寒さの中にあっても、記録的な猛暑が残した爪痕が、夏の暑さにちょっと耐えられなくて、半分はもう死んでます。さらに海水温の上昇や好天が災いし、三陸が誇る最高級のワカメでさえかつてない生育難に直面しています。今までここの浜は順調に取れるんだけど、今年がダメで。それでも三陸の誇りは揺るぎません。激変する自然にただ翻弄されるのではなく、知恵を絞り品質を守り抜く生産者たち。取材終了後、今回三陸を案内してくださった松葉寿司の佐藤大将と荒木鮮魚店の荒木さんと共に、ここ寿司季節料理佐々木さんにて料理をいただきながら、今回の取材を振り返っていきます。荒木君もお疲れ様でした。今後ともお願いします。お願いします。大将、今日はよろしくお願いします。いただきます。お店自体も長いんですか？震災の5ヶ月前から、施設で5年半、ここに構えてから7年です。この2キロ、3キロ先まで山の方まで行きました。この辺で津波15メートル、鉄筋コンクリートしか残ってない。おい、すげえ。真ん中は本までの作ったはい。こちらはフグ、マフグ。フグ。じゃああんこの昆布締め。今日朝大船渡の魚市場も取材させてもらって、可愛いあんこかな。これ荒木さんは今、一応並んでるじゃないですか。大きさとか、その中でもこれうまそうだなっていうのを選別して iPad で注文かけていくっていうか、入札していく感じ。これは荒木さんが買いに成功した魚。そうですね。買いに成功している魚で。一応朝市の方の活魚だとマッコガレとアイナメ、黒ソイ、マゾイ、結構淡白で癖のない魚。これタナゴですね。塩焼きのイメージは強いけど、焼き物なんですか？はい、うちの場合は刺身とかでも結構出したりするんですけど、全然。これいいとこ寄って今日もらっていいと。市場来るとこういう面白い魚も出会いもいいですね。こちら卵の握りです。これは荒木鮮魚店さんから。荒木さんのとこから。僕も初めてです。これいけますね。これはいけます。鮮度だからこそです。こちらは刺し網漁の漁船。刺し網漁とは、海底の魚の通り道に帯状の網をカーテンのように仕掛け、泳いできた魚を網目に直接絡め取る漁法です。この日はタラやカレイなどが取れたようです。現在朝の7時です。定置網の漁船が戻ってきて、小魚類が今いろいろ仕分けされています。この日はあいにくのしけ。
しけで少ないと市場関係者は語るが、フグやイワシ、サバなどたくさんの魚が港に届きました。なかなかカツあんこって見ないですね。なんかあんこうってもうあん肝のイメージしかないんですけど、都会からやっぱ結構こっちは刺身で食べるんですか？刺身でこの時期は食べますね。結構上がってるんで。なんか柔らかい。これ完全生。それは完全に。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。これは気仙沼のフカヒレになるんですか？フカヒレは気気仙沼 100%。これは何ザメのフカヒレ？蒸し切りザメ。よしきりですか？でも結構柔らかいですね。うまい。今日フカヒレも見てきたんで、この道42年のベテランのフカヒレ職人の人に案内してもらって、中華高橋っていう今日撮影させていただいたんですよ。メインはこの辺で上がるのはヨシキリが一番上がってるんですよ。はい。その次に上がるのが多分モウカザメ。うちはメインはヨシキリザメで、あと青ザメも上がるから加工するっていう形。金額も変わるし、食感も変わるし、見た目も変わるし。フカヒレと呼ばれるものは一般背びれとか尾っぽとか、それも全部なんですか？ですね、サメについてるもの、繊維質のものがあれば、それは全てフカヒレです。だから手びれ、背びれ、尾びれ、あと下の方に腹びれ、あとゲスびれ、黒い先端の方にちょこっとだけついてるんですけど、それも一応フカヒレです。サメについてるものであれば全てフカヒレです。サメおよびフカヒレの文化紐解いていくと、江戸末期明治の初期。それぐらいなんですか？でその当時はほら冷蔵庫っていうものがなかったから、みんな乾物品で、はい。アワビ、ナマコ、フカヒレ。私が高校卒業して入った時には俵物3品っていうあれが出してましたね。冷蔵庫が多分できたのは俺が小学校の頃だと思うんですけど、その頃から冷凍品っていうものが主流になったり、あと缶詰、あとレトルトパウチ、そういうのがどんどんこう出てきたっていう形になってます。乾燥させると美味しくなるってことなんですか？乾燥させることによって色合いがまず黄金色になると。はい。そのためだけだと思うんですけどね。機械乾燥にしちゃうとこんな色の姿になっちゃうんです。それ天日じゃないとダメ天ですか？気じゃなきゃダメ。へえ。人が海に行って日焼けするのと全く一緒です。天日が一番まんべんなく全ての繊維に黄金色が出てきますから、であとうまみも凝縮していきますし、1枚で 1300g 超えってやつ。食べるところだけなんで、これ全部くっついてたら多分 2.6 キロ以上。これさっきサメ自体は通年水揚げされるわけじゃないですか。でもその乾かすのは冬の時期、寒い時期っていう。それは例えばですよ、夏の時期はダメなんですか？腐っちゃう。このやっぱ乾いた冷たい感じがいいってことなんですね。三原則あるんですよ。フカヒレ干すには、はい。天日と室根山から吹き下ろす室根おろしっていう風、あと寒さ。寒さ。この3つ揃えば誰でも作れます。ここからは株式会社中華高橋の遠藤健一郎さんに案内していただきます。一般的にこれ尾びれですよね。はい、尾びれですよね、これ。尾びれです。尾びれの下側がフカヒレになる。そうです。もうこの姿にで皆さん見てるのが、はい、この部分だけです。サメって面白いけど外側、要は砂のザラザラが砂皮、我々外側の部分を言うんですけど、あと身の間に内側っていうのがあります。内側はこれです。ほう。
これは我々、よく縁側みたいな感じです、ゼラチン質で、特にコラーゲンがフカヒレもコラーゲン多いんですけど、コラーゲンの塊みたいな、使う用途としては煮こごりの中に使ったりとか、なるほど。中華料理でいう前菜なんかにもよく使われている、要はゼラチン質の尾びれ、背びれ、胸びれ、これ4箇所あるじゃないですか、手びれが2枚ですけど、このさらに生殖器側にこの2枚がついてます。へえ。でさらに尾びれと、この生殖器の間に前後にこのような形で小さいものがある、で松本さん使ってるのはこれの大きいやつです。へえ。巨体の大きいやつですね。この小さいですけど、本当フカヒレの方、茶碗蒸しの上にトッピングで使ったりとか、よく茶碗蒸しとかそういったものに使われるものですね。これでも色的にはこれが美味しそうですね。味付いてるわけじゃないですか、これ。さすがです。これ青ザメで一番高級なもの。これとこれの違いって、単価が倍ぐらい違います。で、もう見た目はあれですけど、ちょっと真空だと日本との繊維が太いんですよね。で、これモウカザメなんですけど、繊維は細いんです。松葉さんのやつはこれです。ここなんだ。へえ。まずはフカヒレからヨシキリザメの尻びれの部分ですね。はい。おはようございます。時刻は今午前3時前です。気仙沼の港に来ています。船から1本ずつ慎重に運び出されるのは太平洋で採れたマグロです。仲買人たちの厳しい眼差しにさらされる前に、マグロは冷たい水で丁寧に洗われます。マグロに続き、船からは巨大なサメが次々と運び出されていきます。これがモウカザメですか。初めて見た。すげえ。うわ、でかっ。でかっ。ねえ、すげえ。何これ。うわ。すげえ。あ、これか。あ、意外とちっちゃい。勢いよく血を洗い流し、その場で内臓を取り除く、一見荒々しく見えるこの作業は鮮度を保たせ、フカヒレをはじめとする全ての部位を最高級の品質へと昇華させるための時間との戦いです。ヒレはフカヒレ、身は練り物、皮や骨までもが余すところなく利用されるサメの命の全てに価値を見出し使い切る江戸時代から続くこの徹底した職人たちの精神こそが気仙沼を世界一のサメの町たらしめているのです。これ通年で水揚げされる魚なんですか。大体通年はなんかに使われるんですか。ミールっていうのはサメのこう魚粉でこういろんなもの混ぜるっちゃミール工場っつうがそこの工場に持ってる。うわこれは岩手県沖。岩手県。今船乗ってた方々は普通に何時に出て何時ぐらいに戻ってこられたんですか。2日3日ぐらい沖にっていうことですよね。ここで再びフカヒレ職人の方がサメの水揚げからフカヒレになるまでの流れを語ってくださいました。市場で船から水揚げになるじゃないですか。それを市場の職員たちがキロ数が1000とかで1号から多分6号まで鮮度の度数なのか大きさで選別するわけですよ。それを今度買い人が行ってからにサメを買うんですよ。で買ったやつをそれを自社に持っていくなり他社に持っていくなりしてそこで切ったやつを今度サイズ選別をして冷凍パンに詰めて凍結をすると。冷凍したやつを今度
乾物品の場合は干せる時期が11月からだから、それまで寝かします。冷凍代はかかるわ。いろんなものがいろんなものがかかっていくんですよ。はい、そしてこっちに持ってきて干して製品まで上がるのに、吉木だと70日から90日10日かかりますから、その間も寝かしてるわけですよ。はい、そこで人件費もかかっていろんなものかかって乗っかってくるからフカヒレって高くなっていくし、命を余すことなく使い切る気仙沼の誇りと情熱、その奥深い世界に感銘を受けつつ、佐々木のカウンターでは大将が次なる三陸の恵みを静かに握っていました。冷たい海風を浴びた長い一日、三陸の海の恵みが取材の緊張と冷え切った体を静かに解きほぐしてくれました。今回いただいているコースは、前菜、刺身盛り合わせ、蒸した毛ガニ、フカヒレの姿煮、後半に握りの盛り合わせや鶏の唐揚げ、馬刺しが続き、締めのそばへと至る内容です。メカブはもう結構細かくしてるタイプ。今日そのわかめのあれも見てるんですよ。刈り取りメカブと。先っちょのがメカブ。これがメカブですね。メカブもね、あそこのお湯に入れると緑になる。はい。おすすめの食べ方は何ですか？一番好きなわかめ料理は。ご自身。和え物。メカブはね、細かく刻んで、はい。ご飯にかけてずる最高っすね。三陸だけで7割ぐらいは海域で特徴があるんだよね。はい、ここの内湾だと柔くて醤油かけて食べてもわかめに染みる醤油の味とか、外洋のわかめっていうのは歯応えがあってシャキシャキして美味しいんだけど、例えば醤油かけても中に染みないで。収穫量は震災後は減ってますけど、多分生産者が少ないから減ってるのが一番だと思うんだけど、やっぱり年によって今までここの浜は順調に取れてたんだけど、今年がダメだよね。色がまず出ない。色が出ないとさっきのようなボイルしても黄色いわかめになったり、雨が降ったり海が荒れるともまれで栄養塩が入って色がいるんですよ。で雨降ったりしけの後は2日ぐらいすると色が戻ったりする。それをここの浜で待ってるんだけど、待ってるうちにもう先っちょからさっき見た通り先っちょからなんだけど枯れてくるから、だから2メーターぐらいあって色が悪くて色いいくなるんだろうなって思ってるうちにこっちがどんどん枯れていく。茹で上がったわかめにたっぷりと塩をまぶし込んでいきます。これが塩蔵わかめです。かつて生か干すしかなかった時代、わかめの鮮度と豊かな歯ごたえをぎゅっと閉じ込め、一年中取れたての美味しさを味わえるようにした海と共に生きる知恵の結晶です。今回私たちの取材に快く協力してくださった村上さん。彼らが守り抜く三陸のわかめをもっと身近に感じてほしいと作られたのがお湯を注ぐだけの味噌スープです。一杯の温かいお味噌汁から、この海で戦う生産者さんたちへ、静かに思いを馳せてみませんか？メカブのちょっと粘りがたまらんす。海だけじゃなくて、山もすごいいいんですよ。海ってやっぱ川がなきゃ成り立たないと思ってるんですよ。その雪のケミスとか、そういったリンとかが流れ込んで、海の栄養価がすごい上がってくるんですよね。山から雪が降って、それが土に染み込んで、土の中のミネラルが、海に沢水とか川で流れ込んで、そのミネラルが植物プランクトンの餌なので、そういう環境に近い海、川の河口が近いだとか、あとは森が近いだとか、そういうところが、いい海が、養殖場。この養殖自体はもう何年ぐらい前から行われてるんですか、ここで。この形になったのは昭和5年、今年で96年。
はあ。社長で今何代目ですか？年で4代目。4代目。こういう感じで1枚のホタテに、まあ、20個、もう多いやつは場合によっては40個50個ついてたりするやつもあるんですけど、まあ、20枚ぐらい、この15メートルのロープにホタテ貝にカキの赤ちゃんをくっつけたものを挟んで、1本の、このロープにはだいたい4、500個のカキが、育っていて、でこれがホタテ貝1枚分のですね、はい、1枚2枚3枚っていうのが、1年半ここに吊るしておくと流れてくるプランクトン食べて、それぞれがこんな感じになってくれてる。夏の暑さにちょっと耐えられなくて、上の方は死んでるやつがやっぱり割合ちょっと多いかな。パッと見良さそうに思っても、今年収穫してるやつまでは半分はもう死んでます、確実に。こんな大きくなってから夏越せなくてこう死んでしまう。カキの身の大きさっていうのはこの殻の容積そのものですから、本当に楽しいですよね。もったいないですけど、でもこれが現実で、こういう大きさになってるやつっていうのはもう完全に母貝なの、母親なので、卵を持ってそっちにエネルギー取られてる時に高水温っていうので、タフな生き物なんですけど、かなり生き物としては、まあ、その時でも夏に強いのがしんどいぐらい。やっぱでも個体によって違いますね。これ細長いし。あ、そうですね。そうそうそう。で、こっちはその丸みがあるでしょ。はい。で、細長いですけど、その厚みがあったりする。でも、まあこれでも身入りとしてはこっちとこっちだったらこっちの方がいいんですよ。火を通してもこれは縮まない。これはもう肉になってるから。肉になってる。何が違うんですか？どこをどう見たら少しグレーっぽい、そうそう、透き通っているの分かりますね。はいはいはい。本当にマニアックな話、その透明感っていうのがもうなくて肉になってるというので表現できるんです。これは少し黒っぽいというか、なんとなく、でもこれだけ見たらこれはもう立派ですよ。いいんですけど、でここが内臓ですよね、貝柱で。でここ少しグレーっぽいところ、ここ心臓のところなんですけど、この中が。でここを傷つけないで剥くと、カキって水に戻すとまたふわーっと呼吸始めたりするんですけど、この外頭膜っていうこの黒いところからのこれが内臓に餌を溜めきれなくなると、こっちが肉厚になってくるんですよ。でそれがちょっとこっちもまだ透明感があって、こっちにまで栄養来る段階ではなかったりする。なので一粒ずつ選ぶときには、貝そのものの大きさが大きい小さいとかいうよりも、この外頭膜までしっかりもう肉厚になってるやつを選んで、その握りだとかしぐれ煮だとかに使ってもらえるようなものを選別するんですよ。なるほど。だから単に大きいやつでこれっていうと、例えばじゃあうちでカキ鍋で提供するんだとか言うと、あれ生は大きかったのになんか縮んじゃったねみたいなやつはどっちかっていうとこっちよりで、縮まなくなるっていうのはこっちは。三陸の栄養をたっぷり取り込んだ海の金庫がいよいよ開かれます。一瞬の迷いもない職人の手さばきで殻がこじ開けられると、中からは芳醇な磯の香りが、職人の手によって姿を現したふっくらとした牡蠣。この身の中には驚くべき秘密が隠されています。牡蠣は別名海の浄水器。1日に約400リットルもの海水を飲み込み、三陸の海を澄み切った状態に保つという役割を担っています。森のミネラルが溶け込んだ海水を何百リットルも呼吸し続ける中で、彼らは冬の寒さに耐えるため、自らの体内にグリコーゲンを蓄積していきます。このグリコーゲンこそが牡蠣特有の濃厚な甘みと旨みの正体。三陸の美しい海を守りながら極上の味わいへと進化していく。牡蠣はまさに海と森が作り上げた奇跡の結晶なのです。出た。毛ガニは北海道のイメージが強いですけど、三陸もなかなかに美味しい毛ガニだと思います。
やっぱり三陸の漁場、特に陸前高田、大船渡の沖合っていうのが、黒潮と親潮、暖流と寒流がぶつかるエリアになってます。日本っていう国の中でもさらに物がいっぱい物が良くなる地域っていうのが三陸沖。毛ガニといえば数年前 SNS で大バズりしたあるお店を思い出す方もいるかもしれません。それこそがここ荒木鮮魚店です。活気ある店頭で地元客を驚かせる毛ガニ。一方で店の奥では都内の高級寿司店へ向けた極めて繊細な仕立てが行われていました。2代目の荒木裕樹氏は高度な神経締めの技術を独学で習得。一般向けからプロの料理人向けまで三陸の魚の価値をそれぞれの形で最高に高めて送り出す凄腕の仕立て人です。魚のジャンルでいうとなんか強いジャンルはありますか？そうですね、基本的にはこっちの方は白身系の魚が強くて、根魚とかがどうしても多い地域になってくるので、ブリとかそういうのよりも白身系の魚の方が強いですね。春だとサクラマスとかキングサーモンとマスノスケとか、夏がアイナメとかそういった魚の主役になってくる。あとあれですよね、例の貝。石垣貝。石垣貝。そうですね、石垣貝も陸前高田が発祥の地で、ここでしか養殖されてない貝になるので、秋口はそうですね、サンマがメインで、冬になってくるとマトラが旬の大体12月くらいから水揚げ始まって、春先手前くらいまでずっと水揚げがあるので、その時期の1から2月くらいまでっていうのが、白子とかがかなり出るので、漁師とか魚屋さん含め若い世代がいなくなっちゃってる。僕が多分もたもたして30代40代まで何もしなかったら、結局僕の仕事多分いずれなくなってしまうっていうのが見えたので動き始めて、漁師さんともいろいろ今やり取りしながら、神経締めとかもその漁師さんにお願いしてやってもらったり。現状で言うとお寿司屋さんのお客さん、直接このお魚を送ってるお店の数でいうと今だとどれぐらいなんですか？今だとまだ少ない方であると思うんですけど、大体20店舗くらいいう形でやってます。これ石鯛ですね。石鯛です。うわ、プリップリだ。これが一応表参道の寿司かずまたさん、ポツンとコブみたいなのがあるんですけど、この下に脳が入ってる。これふるってあげて、この中にあるこの血の塊っていうのを取ってあげて、血が出やすいようにしてあげる。このタイマーはなんでこんなタイマーセットしてるんですか？一応そのお客さんごとに血の抜き方とか好みに合わせた魚を作ってたので、それに合わせたタイマーの設定を入れてる感じです。その放血を何分するとかそういうことですか？そうですね。お客さんによってやっぱ抜きすぎない方がいいっていうお客さんいらっしゃるので、これ一般の方の注文なんですよ。あ、そうなんですか？うちの店舗がその公式 LINE っていうのも行ってて、公式 LINE でそのプロに向けた魚も含めていろいろちょっと紹介させてもらったり。荒木鮮魚店が届けているのはただの魚ではなく、三陸の海の真の実力そのものでした。妥協なき2代目の手によって最高点に達した海の恵みは、今日もどこかで至高の一皿へと姿を変え、人々を魅了しています。至福の時間はあっという間に過ぎ、いよいよお開きの時間に。めちゃくちゃ美味しかったです。でもいろいろ食べさせてもらって最高でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。三陸のプロフェッショナルたちの仕事、皆さんの目にはどう映ったでしょうか。今回快く取材をさせてくださった皆さんの姿を見て、私は三陸の海の見え方が少し変わったような気がしています。こうしたプロフェッショナルな仕事の結晶は、実は私たちの身近な場所にも当たり前のように届いています。いつものスーパーやふらりと入った飲食店、次に海の幸に出会ったら、よかったら少しだけその産地を気にしてみてはいかがでしょうか。いらっしゃい、どうぞ。はい、いらっしゃい。次回は気仙沼の名店松葉寿司さんへ。今回取材した三陸の極上食材をこれでもかと詰め込んだ圧巻の三陸フルコースをお届けします。お楽しみに。